I always came here. とりあえず早く帰って寝よう、休息しようっていう。自分が自分じゃないみたいな状態で作っても美味しくない。乾杯、乾杯。ありがとうございます。来てくれてありがとう。お元気で。お元気で。ありがとうございます。マスさんとパイ生地だけ今日仕込もうかな。これルヴァンです。何から作られてるんですか？これも継ぎ足し小麦と水、お湯と種を毎日継ぎ足して、由来はライ麦ですか、確か。水素水に全部仕込んで、これでなんかご飯炊いたりしたらめっちゃうまいんですよ。これ溶かしバターですね。これはチョコとくるみのパンと、こっちは焼き上がってミルククリームを挟むくるみのパンです。結構は1日を30本ですね。アップルパイで、アーモンドクリームのパイ。
お皿すごい立派なのがたくさんありますね。はい、これはもう嫁が全部買い揃えたやつです。こういうセンスはないんで僕には。こういうのは全部嫁がやってます。レーズンパンのフレンチトーストで、後でシナモンバターを。全部チャパタの生地。プレーンで、オリーブで、これチーズですね。良くなりました。バケットの生地ですね。なんで種継ぎ毎日するんですか？うまみがなくなるような感じですね。毎日フレッシュにして、いいとこまで持ってって入れてあげる感じ。これはお湯ですね。これ冷蔵で冷たい元種が26度くらい持ってって全部を粉まで入れたとこまで持っていくことで、なんか一番活発しやすいんですって。乳酸菌とかいろんな菌が。ゆかさんです。ありがとうございます。
コーヒー飲まれますか？あ、コーヒー飲まれました。あれ、それ、姉さんって言ってるんですけど、毎週土曜日はカフェオレを作ってください。クリームミュージックがないんだね。あ、すいません。すいません。こんな素人みたいなことしてすいません。とりあえず早く帰って寝よう。休息しようっていう。このパン屋の仕事何年続けるのって思うんですよね、最近特に。お肉美味しいから食べる。ありがとうございます。いただきます。よし。自分の時間もっと大事にしたいなと思ってますけどね。ゆかさんにも本当に、どれだけ早く帰ってもらって、有意義に自分の時間を過ごしてもらうかっていうのを考えてますよ。痛み入ります。本当にずっとヨーロッパに行きたくて、昔から。で、ずっと行きたいけど、やっぱパン屋に入って、もう仕事ばっかりしてたから、本当にずっともう、なんか20年近く仕事だけしてきてから、なんか、休めないじゃないですか。やっぱり。したら、なんか行ってくださいよ、みたいな。それができるのは個人店じゃないですか、みたいな感じで言ってくれたから。で、なんか、ツアーで10日間ぐらいのやつで、最初からフランスのパンを習ってきたから、本物が食べれると思って、めっちゃなんか楽しみに行ったら、今度かもしれない。これダメですよ。出ない時もやっぱありますもん、こっちが。なんか感覚っすかね。なんかよくわからないけど美味しい。いや、もちろん大事なんですよ。なんか製パン理論とかなんかいろんなこと大事ですけど、なんかそういうのとかよりも、自分がいい状態で作るのが一番いいと思うから、みんな楽しく作れたらいいんじゃないですか。なんか自分が自分じゃないみたいな状態で作っても美味しくないかなみたいな。せっかくこの仕事してるんだったら自分が楽しくやるのが一番いいな。仕事じゃない時間はやっぱりがないと、やっぱ結局仕事につながるんじゃないかなって思いますもんね。最終的に仕事も大事だけど、もう今はそうじゃなくて次の何かをしたいっすよね。ここだけしか入れないみたいな。どれだけ力を抜いて、ここだけしか入れないみたいなので教わりました。それを今、忠実にやってるだけです。いきます。いいですか？で、今何してるんですか？あ、これあれです。ピザをここに生地を乗せてもらうんですけど、下にオリーブオイルを引いた方が下にカリッとなる。シュチ。
モッツァレラチーズです。これチャパタンの生地で、ここから具を乗せてもらってピザ作ってもらいます。先ほどよ、まあ、ありがとうございます。これはセミドライトマトのオイル漬けです。オレガノとかが入ったやつ。すいません。すいません。よし。どうしよう。これはタルティーネって言ってカンパーニュのスライスした生地に惣菜の具を乗せたり、食パンにホワイトソース塗ってたり。サーモンと、あと、なんか、白ワインビネガーとかマスタードで作った、ちょっと酸味があるソースっていう。同じサーモンにしてます。すごい自分の整形姿を映し出してる。これ生チョコ中にめっちゃ好きっすもんか。めっちゃうまいっす。甘すぎないんで。でもチョコめっちゃ入れてるみたいです。この生チョコはゆかさんお手製の生チョコです。チョコの生地にもチョコチップ入ってる。で、さらにバトンショコラチョコまみれです。雨が降ってます。これですか？これはレーズンパンのレーズンとかレーズンバターのレーズンを前日に洗って清楚水につけた状態で1日置いといてまた煮ます。4時間3、4時間ぐらい煮てふっくらさせてそれだけです。なんかラム酒とかつ
レーズン。このレーズンエピソード聞きました？おい。なんか高橋くんレーズンパンが嫌いだった。でも、とっちゃさんのレーズンパンは美味しいって言ったの。なんで違うとすんなにって思うけど。そこが味噌なんですよ。ありがとう。あ、これココアパウダーですね。これは、黒糖くるみ、グルイエールチーズです。蜂蜜か。あれじゃないですか。他のとこはなんかいろんな種類の種を使ってるんですよ。サワー種とか。僕はもうこれだけなんで、結構わかんないですよ、サワー種とか。結構、使い方が。でもなんでこれなんですか？なんでですかね。これが、これが一番美味しい。
これ黒糖です。これ追い黒糖です。これはシロップで仕上げの。パーニャアヒージョ。これは絶対しようってもう最初から決めてて。します。これこのリンゴのソテーとベーコンのやつに、ベーコンをバルサミコソースで味付けするんですけど、酸味と甘み。食パンにもうかぼちゃにエビもう大好きです。
これはグリエールチーズっていうスイスのチーズ。パケットジェノベーゼとカレーのタルティーヌと、かぼちゃとエビのクロックムッシュとアボカドのクロックムッシュ焼き上がりました。出てきました。出しました。マルゲリータ焼きたてです。この天才化だったら。よいしょ。ね、出たから。This bakery is very special to me because I lived in the same building and I always came here to eat delicious bread and always made me happy. And I thought quality is very good and you should come here. My favorite. 一番好き。いつも。ピザめっちゃ美味しい。Maybe トマトとバジルとチーズ。本当はたまに接客したいんですけどね。こっちやってると外に出れないから。お客さんと喋るの結構好きなんですよ。お客様としてとかじゃなくて。やっぱり人とのつながり、ご縁を大事にして、行けばまあ必然とまた人が人を呼んで、なんかまた美味しいよって言ってもらえれば、それがまたモチベーションになって、またいいパンを作れるんじゃないかなと思ってます。またね。2、3年後に。2、3年後にカムバック。カムバック。ありがとうございます。来てくれてありがとう。ありがとう。お元気で。ありがとうございます。いらっしゃいませ。ありがとうございます。久しぶりでございます。ありがとうございます。よかったです。ありがとうございます。いらっしゃいませ。クロワッサン今焼き上がりました。これもカンパニアですよ。第2弾。毎日8本。ありがたいことです。レストラン用とか。レストラン用で今日7本入ってで、1本店で、タルティーヌの土台もこれなんで、それ用でもできればいい感じなんですけど、